じゃーん。コーヒーが始めました。じゃなくて、いつらくリサーチ&デベロップメント、略して、いつら R&D 始めました。この度、研究所の所長に就任したマナーで、私のサロンで、その R&D プラスは何をするのかしら？何をしたり、どんどんしたりするのかしら？それなら、どこかな？いつらくんのエアコン、バッテリーの研究や、いつらくんが便利にするためのプロダクト開発をしていきます。なるほど。それは頑張らないとだね。早速、エアコン、バッテリーの実験いきます。ここからは実況の頃に、解説は私、香川が参加させていただきます。今回の実験場所、みんなでトップハーバーに到着だー。ここは4作目の日米最近公演ライト記念カウントの場所でも、天気予報で35度超えの猛暑日で、実験には実況というか、ちょっと過酷というですが、みーちゃんがパン屋さんを出して、ダッシュし始めたあたりに車を止めるぞ。いやー、青空がとても綺麗ですね。おおむね南向きに車を止める形になりましたね。これがどう影響するか気になりますね。まずは、ステンドスラットインバータースイッチをオンだ。これで AC 100V とか使用できるようになります。エアコン、電気レンジ、コバルトコンセントが使用できます。いよいよ今日の主役、三上さんの出番だ。走行中、車のエアコンをかけていましたが、まだ少し車内の温度は高めな感じです。パーツを閉じて、極力力が入ってこないようにしてますね。バッテリーの残量量や電力の使用状況、スマートフォンアプリで確認だ。1日スマートバッテリーです。以前の動画で説明しているのでご覧ください。おーっと、なぜかいきなり残量量 69% だ。満充電じゃないぞー。これはパパが昨日の夜、ゆずらくんで仕事をしてエアコン使ったからですね。なんということでしょう。しかし、そのまま進めるしかない。10時3分にバッテリー残量量 69% で実験開始だー。お、これはなんだ？出たー。バックアップだー。パパがお仕事するのに快適なネットワーク環境が必要で、ほぼ 2.0 を利用してるんですね。おーっと、それでプロモーションコードを取り出したぞー。2022年春のコボフェスでゲットしたプロモーションコードでお得に使う作戦ですね。電力消費状況はどうだ？おーっと、まさかの4並び 44.4A だー。すぐに500ワット以上放出していて、ユダニーさん頑張って増やしてくれている状況ですね。リスクはなくて、増やすということに関しては全く問題がありません。すごいぞ、ユダニー。このペースですと、何時間くらいユダニーさんは頑張れるんでしょうか。何十年だったとして1時間ほど、今日は 69% だったので、3時間弱といったところでしょうか。3時間弱？バッテリー2つですと2人だー。ある程度温度が安定して、消費電力が少なくなるので期待しましょう。さて、実験開始からおよそ1時間経過しました。パネルの温度は涼しくて快適ですね。電力使用状況は 50A 前後に下がったり、また 40A 前後になったりしています。これはどういうことでしょうか。車内の温度が低下のまま、外から熱がどんどん入ってくるので、イルカミネさんが調整してくれているということですね。定期的にはハザーニュースさんによりますと、非常に危険だったとのことです。ハザーニュースさんは千葉に本社のご近所さんの会社だったりします。実験開始からおよそ2時間経過した
11時51分では 19.1A の消費、バッテリー残量 41%。12時18分では 20.1A の消費、バッテリー残量 30%。ここで切りやすいですね。朝はお家で作って持ってきた豆腐で作ったお好み焼き食べてました。これは TikTok や Instagram で人気のお絵かんのレシピで作ってみたものですね。簡単で美味しいヘルシー。私たちはママに買ってもらったおやついただきました。12時47分、バッテリー残量 3.1%。そろそろワイン？14時23分、消費電力 28.1A、バッテリー残量 100%。じゃーん！PDR 少なくなっても、キリバニルさん頑張ってくれています。残り容量わずかでも、バッテリーがちゃんと必要な電力供給できているということですね。14時35分、バッテリー残量 4%。もうダメだー。ここで実験終了ですね。ただがちょうど会議終わったとのことなので、お家に帰ろう。さて、今回9時3分にバッテリー残量 59% から始めて、10時32分でバッテリー残量 4% となりました。2時間29分稼働で、容量 65% 使用しました。1560Wh 消費したことになりますが、ソーラーパネルで 100W 以上発電がされていると思いますので、加味すると 2000Wh ほど電力を使ったことになりますね。何充電だったとしたら何時間使えたんでしょうか。単純計算では6時間53分、17時近くまで使えた見込みになります。快適温度に冷やすことについては問題なかったのが嬉しいが、お昼休みにお散歩に行ったので、その時に外の暖かい空気と車内の冷えた空気が入れ替わったりしていますが、その後ちゃんとすぐに冷えました。冷やすことに関しては問題ないことが確認できましたので、今度は窓に断熱シェードをつけるなどして消費電力を減らして稼働時間を長くできるか実験していきましょう。今回もご視聴ありがとうございました。また皆様にお会いできるのをどう長くして待ってます。それでは、マハロー。